松井製作所の松井大門と申します。本日はお願いいたします。はい、早速ではございますが、弊社ですね、会社名松井製作所、創業は1948年となります。で、金属加工を主になりわいとしているんですけれども、大阪府大阪市の方が本社と工場の方もございまして、で、あとはですね、鳥取県の八頭郡の方、あと、兵庫県の姫路市の方も昨年進出させていただきました。また、2001年から中国の江蘇省の台州という、上海からですね、内陸に少し行ったところにも工場がございます。で、こちら4拠点合わせてですね、従業員数は約150名という形になっておりまして、真鍮や銅、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属部品の開発製造というものを行っております。で、今回ですね、発表につきまして、簡単ではあるんですけれども、この3つについて、順に説明していこうと思っております。まずですね、金属加工というところなんですけれども、弊社ですね、熱間鍛造、あとマシニングや旋盤などでの切削加工、でパイプ加工、ロー付け、組み立て、蒸れ検査といったところまで、すべて一貫で自社技術でやってできる体制を整えております。で、あとですね、お客様についても幅広い業界のお客様、大手の方いらっしゃいまして、半導体製造装置の部品、ヒートシンクが今は売上としては一番多いんですけれども、医療機器のバルブや継ぎ手関係、あと給湯器はじめガス機器のバルブ継ぎ手関係ですとか、あと空調業界ですね。こちらもバルブ継ぎ手、配管関係の部品など、あと厨房機械の関係ですとか、船舶関係のバルブですとか、あとプリンター関係のノズル関係の部品ですか、その他も様々な大手のお客様と直接取引をさせていただいているような会社となっております。で、ここから 3D プリンターの話に移るんですけれども、弊社ですね、こちら左の写真にあるように、NC 旋盤などで、熱間鍛造品の、これは真鍮の継ぎ手部品なんですけれども、加工を行っております。で、従来からですね、この真ん中の写真にあるような金属製のジグですねというものをですね一個一個職人技で熟練者が作成をしていたんですけれども、ただですね技術の伝承が難しかったりですとかで、やっぱりちょっと生産性の問題で、なかなか数が上がらないですとか時間がかかってしまうですとか、いろんな問題がございました。そこでですね、ここ最近3年ほど前から3D プリンターでですね、こちらの方のジグを作成するように移行をしていっております。で、こちら右の写真なんですけれども、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、現物ですね、またブースの方にもございますので、後からもしよかったらご覧いただけたらと思うんですけれども、こちらの造形品も、手のひらよりちょっと大きいサイズなんですけれども、13、4時間ぐらいですかね、一晩経てば、朝起きたらもう会社行ったらできてるよというような形で3D キャドの図面から起こしております。で、従来の職人技で金属で作っていた時と比べると、安くて早くて、より正確な作成ができるようになったといったことが、大きなメリットでして、うちの社員の方もですね、すごく喜んで、使ってもらえているといった形になっております。で、もちろんこの給湯関係の継ぎ手もそうなんですけども、他のさまざまな部品を作っておりまして、急な増産対応ですとか、急な製品の立ち上げだとか、そういったニーズに対してもですね、従来よりも応えやすくなったというようなメリットもございます。で、実際ですね、こちら京都先端科学大学さんっていうところがあるんですけども、こちらですね日本電産今ニデックの長森さん
が建てた大学でして、こちらの方の工学部の産学連携のキャップストーンというプロジェクトがあるんですけれども、そちらの方でですね、これは配管部品の漏れ検査のジグを 3D プリンターで作成しまして、で、学生さんと一緒に作らせていただいたんですけれども、大学のホームページの方でも、紹介がされているといった、実績がございます。で、今まではですね、例えば旋盤のジグですとか、漏れ検査のジグといった、あくまで社内用の用途だったんですけれども、最終品も作れると、より面白いんじゃないかといったことがございまして、でこちら、写真ございますように、人工呼吸器用の、ホースが、だらんとならないように、掴むようなですね、サポートアームというものを 3D プリンターで作成して、実際に明石の方の病院さんの方に、購入いただいて、現在も使用いただいております。で、MRI 対応の人工呼吸器に向けたサポートアームという形になっておりまして、こちら、従来でもですね、一般用の人工呼吸器は、市販品のそのサポートアームというのはあるんですけれども、MRI 対応となるとすると、金属が不可なんですね、時期の問題で。で、ただ、今現在は市販はされていないといったところで、ただ、金型などを起こすと、もう何百万以上となっちゃうので、1個だけ欲しいという時のために、この 3D プリンターで、作らせていただいたと。で、これ、色が、先ほどのジグなんですけども、黒いのは、実はですね、中にカーボンファイバーが、補強材として、練り込まれているような材質になっておりまして、そういう安全面でも、安心していただけるようなものとなっております。で実際の医療現場のお声としましても、実際に使用して問題なくって、医療の質が上がって大変助かっているというようなお言葉も頂戴しているところです。はい。で、3つ目なんですけれども、YouTube のお話になります。で、昨今ですね、特に人材不足、うちも中小企業なので、ご多分に漏れず、苦労するところはあるんですけれども、やっぱりですね、今後製造業の人手不足というのは、ますます進んでいくのではないかと。で、また、切削加工の経験者の中東採用というのも、難しく年齢になっておりまして、社内の教育というのがますます重要になっていっているような現実がございます。で、またですね、教える側の社員の方も、実質プレイングマネージャーといいますか、なかなか自分の担当業務がある中で、新人を教えないといけないというのが、ちょっと時間的にも難しい時があるのが現実なんですけれども、そこでですね、社内の体制としまして、YouTube で、製造に役立つ動画コンテンツを、数多く上げることで、いつでも、どこでも何度でも、新人社員などが学習できる環境づくりというものを、今現在構築しております。で実際に作って公開をしているような動画の一例なんですけれども、例えばこの NC 旋盤のプログラム、座標 G コード、M コードなどですね、こちらは今現在約1.4万回ぐらいの再生回数で一番多いんですけれども、マシニングセンターですとか、その他も在庫管理ですとか、品質管理、あとは機械工作などのちょっとそういう設計関連ですとか、様々なジャンルの動画の方を上げさせていただいています。5分、10分ぐらいの動画が多いんですけども、ちょっと中には30分程度の動画も上げさせていただいております。で、今日現在で60本ほどの長編動画を公開しておりまして、一般公開していますので、どなたでも閲覧可能となっております。最後のページなんですけれども、うちですね、松井製作所、本業、金属加工で、約80年ほどやっているんですけれども、真鍮、銅、アルミなどの鍛造、切削、パイプ加工、ロー付け、漏れ検査、組み立てなどで、お困りの方、もしくは、そのような部品を作成する際のですね、必要なジグを 3D プリンターで作ろうと考えてみようということをお考えの方、その他造形に興味がある方、で、また、ものづくりの社員教育で、YouTube の活用など、考えられないのかなと、お悩みの方、そのような方ですね、一つでも当てはまればですね、ぜひとも、松井製作所のブースまで来ていただけたらありがたいなと思っております。で、実際、3D プリンターの実機もですね、
ございますので、3D プリンター、話には聞いたことあるけど、実際どんなんかなと、そういった方もですね、お気軽に、お越しいただければいいかなと思っていますので、お願いします。はい、以上です。